こんにちは、トバログです。はい、久しぶりにこんな感じで、座ってスタジオっぽい環境で撮影しています。今ね、オーストラリアの戸建ての物件に引っ越してきて、まだね、全然この部屋整ってはないんですけど、ちょっとね、こういう風に撮影できるようになってきたので、段階的に動画を撮っていこうと思います。というわけで、今回は、最近動画更新できてなかった、買ったもの、そして手放したものの動画ですね。結構ね、今回はちょっとオーストラリアに引っ越してくるっていうタイミングもあったので、割とね旅行系のグッズ、旅行カバンとか、スーツケース的なアイテムもしっかりなんですけど、そういうのもありつつ、ガジェットも買っているので、その辺をね紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまずはデスクで紹介できるものから紹介していくんですが、まずはこちらですね。これちょっとこのねファンが映り込んじゃってるんで、ちょっとね撮影する場所を考えないとなって感じなんですけど、とりあえずこのままいきます。ライカのビゾフレックス2っていういわゆるね覗き穴を購入しました。この間ねメルボルンに行った Vlog とか撮ったと思うんですけど、その時にね実は購入していて、オーストラリアで購入した一番大きな買い物ですね、現時点で。これは何なのかっていうと、すでにね開封しているんですけど、こういうものです。これはねライカのカメラに取り付ける覗き穴ですね。覗き穴の部分が単体で売ってるんだっていうね感じで驚く人も多いと思うんですが、カメラの上にねカシャッと固定することで、これでねこの覗き穴を見ることができます。僕が普段写真を撮る時に使っているのがこのねライカ M10 っていうカメラなんですけど、このカメラね結構特殊で、この基本的に写真を撮るときはこの覗き穴、これ光学式なんですよね。ガラスになっていて、ガラスの中をこのね二重像みたいなのがあって、それを合致したところでピントを合わせるっていうスタイルなんですけど、これがね結構特徴的なカメラで、こうやって覗きながらこのね光学式のファインダーを見てこうねガシャって撮るっていうのがねかっこいいスタイルなんですけど、ちょっとね今問題がありまして、今ね使っているこのレンズ自体は問題ないんですが、僕が結構ね旅行の時に愛用しているこの 35mm のレンズと、あと 90mm のちょっと中望遠のレンズ、この2つが若干このカメラ本体とピントがね合わないんですよね。ライカのカメラって結構特殊で、基本的にねオートフォーカスがなくて、このねレンズ側のピントとこのカメラ側のピントをね、ちゃんと合わせる必要があるんですが、それがね合わなくなるとここで覗いてもピントが合わないんですよね。そのね問題がこっちの2本のレンズにはあるので、最近写真を撮るときはこっち側のねディスプレイを見ながら、写真を撮るっていうのをやってたんですけど、それだとちょっとね面白みがないというか、明るい場所で撮りづらいし、ちょっとカメラとして楽しくないなっていうところもありまして、暫定的ではあるんですけど、このねビゾフレックスを購入したっていうわけです。ビゾフレックスはこの上のホットシューの部分にこうやってガシャッとねかませることでこのスタイルになるんですよ。いわゆるデジタル一眼のように写真として出てくる絵をねそのままここで見ることができるので、ピント合わせはねかなり楽になります。例えばねこのディスプレイ自体は結構昔のカメラなので、こうやってね出てくる絵とここで映し出される絵ってちょっと違うんですよね。色味が黄色すぎたりとか青すぎたりっていう問題があるんですけど、このねビゾフレックス2は結構新しい、ライカ M11 とかにも対応しているようなね、ものなので、ディスプレイ自体の発色が結構いい感じで、ここでね映し出されてちょっと変だな、だけどライトルームで見たら結構綺麗だなみたいなやつがそのままねこっちで見られるので、かなりねピント合わせだけじゃなくて構造を取ったりとか色のね雰囲気をね確かめるのにもかなりね買ってよかったなと思ってます。今までねこのカメラ5年ぐらい使ってたんですけど、これを使うのは邪道だみたいなね勝手な気持ちがあって、今まで買ってこなかったんですね。なんですけどこういう問題があって購入してみたところ、これがめちゃくちゃ良かった。もっと早く買えばよかったなっていうところもねあります。あとレンジファインダーの場合だとこのね距離計70センチの距離までしか対応してないんですけど、このビゾフレックス2を装着した場合だとこっち側にグイッとやったとしてもちゃんとねここでピント面が分かるっていうのが地味に便利な点ですね。難点としては見た目がそんなに良くないっていうところと、あとこれだけの機能なのにちょっと高くないっていうところですね。特に日本で買えばね10万円ぐらいで購入できると思うんですが、オーストラリアだと物価が高いので13万円ぐらいしました。これはね買うか迷ったんですけど、写真をね撮る
予定もかなりあるので今回購入してしまいました。こうやって下を覗きながらこうやってね撮影することもできます。はい、続いて購入したものはこちらですね。これめっちゃ面白くないですか？スーパーマリオブラザーズのファミコンバージョンのやつの、公式ライセンス商品ですね。これなんか K マートっていうオーストラリアの結構ね安めのいろいろ生活用品が売っているお店で発見して20ドル2000円ぐらいで購入できたんですね。これはもう見つけた瞬間買うことを確定してしまいましたね。で実際にね開封して、すでに飾っているんですけど、こちらです。めっちゃ良くないですか？この感じちょっと映像で見るよりもチープな感じで、結構このね端っこの方とかカクカクしてたりとか割とねこのチープな感じはあるんですけど、この箱感とかね、だけど棚とかに置いてこうやってね飾っておく分には全く問題のないクオリティで、これはすごいそそります。これが2000円で購入できるのめっちゃいい。オーストラリアに来て購入したインテリアの一つですね。しかもねこれ実は光るんですよね。なんかここに電池を入れるところがあったり、あとなんか僕の場合動かなかったんですけど、マイクロ USB を挿せばこれでね電源が駆動したりっていう感じで、これをここのボタンを押すとねこんな感じで光ります。映像でちょっとわかるかな？映像で若干分かりにくいかもしれないんですけど、今こんな風に光ってるんですよね。これをねどっかしらこういうところとかに置いて動画撮ったりしたいなっていうのがねかなりあります。かわいい。でしかもこれ光るパターンも結構選べて、見えるかな？なんか今星だけがね光ってる状態で、だんだんこっちがねこう順繰りに光っていくっていうパターンと、あとは音にね合わせてこんな感じでレベルなのかなんかリズム感なのかでこうやって光ってくれるモードもあって、これ結構地味に面白いんですよね。なんか後ろに Bluetooth スピーカーを置いて子供とかのね音を流すと子供がすごい喜んだりしていて、結構意外と2000円の割にはよくできてるなっていうインテリアアイテムです。日本ではね購入できないとは思うんですけど、これは正直すごい買ってよかったですね。はい、続いて購入したものだとこちらですね。このオーストラリアにたくさんの荷物を持ってくるためのノースフェイスのねキャリーを2種類購入しています。それぞれね紹介しようと思います。はい、まずはねこちらですね。これはノースフェイスの BC ローリングダッフルっていうこのキャスターがつくタイプのダッフルバッグです。これは正直すごい買ってよかった感があります。いろいろねスーツケースとか大容量のねカバンとかがある中で、これをなぜ選んだのかっていうと、まずいいのが軽いんですよね。こういうタイプで、しかもねキャリーがついていてコロコロ転がせるタイプなのに、なんとね 2690g っていう普通のスーツケースよりもだいぶ軽いっていうところがポイントです。しかもそれでいて97リットルっていうかなり大容量なところがやっぱりね気に入って購入したポイントですね。旅行とか実家帰省とか何でもいいんですけど、そういう時って結構大きめのものを持ち運ぶ時って割と肩からかけるかコロコロ転がすかのどっちかだったりするじゃないですか。これの場合だとこの大きめのキャスターがついているプラス、ここにねこのフックがついていて、なんとたくさんの荷物を持ったままこうね階段とかがある場所だとこう背負えるんですよね。これが結構海外旅行とかだと暑いなと思ってて、床がねすごいガチャガチャの場所だったらこれをね背負えるし、床が綺麗な空港内とかだったらこうやってねコロコロ転がせるっていう、こういうスタイルで選べるところも最高なポイントです。せっかくなんで床に置いて紹介したいんですけど、まずねこういう形状ですね。キャリーがここに備わっていて、で背面とかは結構ね柔らかい素材でできています。なのでクッション性とかハードなねもの、なんかガジェットとかをたくさん詰めるとかはちょっと弱いと思うんですけど、こうやってね折りたたんで持ち運ぶこともできるので、使わない時とかは車の中に入れておくとか別のスーツケースに入れておくっていう使い方もできます。僕の場合はこれにね服とかそういう壊れても大丈夫、壊れにくい系のものをたくさん収納してましたね。さっきも言った通りここにねショルダーベルトがついているので、もう本当にちょっとした新幹線の旅行とか飛行機の旅行とかそういうので背負えるっていうのが最高なポイントですね。機内持ち込みできるサイズではないんですけど、その代わりね結構大容量でこんな感じで袋型というか箱型にたくさんの荷物が積めるようになっています。で素材自体が840デニールの撥水性の高い、ナイロンでできているので、
で、ちょっと濡れた場所とかね、雨が降っている時でも全く問題ないっていうところもポイントが高いですね。ここでこうやってガバって開けるので、ここに歯ブラシとかひげ剃りとかそういう生活用品入れたり、こっち側にそのね服とかを入れたりっていう使い分けがしやすいのも嬉しいです。でかつここをこうやって広げると、ここもねガバッと大きめの収納になっているので、僕の場合はここに靴を入れたりサンダルを入れたり、そういうね使い方をしていました。結構容量が大きめなので荷物パンパンに詰め込むと重くなりがちではあるんですけど、結構ねこの本体自体が軽いしキャリーもついているので、そういうね長期的な家族で実家に帰省するとか旅行に行くとか、そういうところでかなり使い勝手はいいんじゃないかなと思っています。でもう一つねキャリーケースを購入しているんですけど、こちらはめちゃくちゃでかいです。よいしょ。 USA サイズなんですけど、なんていうやつだっけかな、36インチローリングサンダーっていうタイプの、ヨドバシとかスポーツ用品店でもねかなり大型のタイプの、キャリーバッグかなと思います。さっき紹介した BC ローリングと比べてもかなりね容量とかサイズの違いは分かりやすいんじゃないかなと思います。このねローリングサンダーは結構スポーツ選手とか、あとなんかスキーに行くとか、結構ねスポーツ系の人が使っているイメージなんですけど、かなりこの膨らみが持たせられて大容量で大量に服が入るっていうところで、今回ね1年間オーストラリアの旅行なので、ここにメインの服とかを入れたり着替えを入れたり生活用品とか食品とかそういうのを詰め込んだりして使いました。これのいいところは何といっても圧倒的な容量っていうところですね。155リットルっていうサイズで、本当にスーツケースではねなかなか見つけられないぐらい大量に物が入るので、その点が本当に最高です。開けるとこんな感じ。ここにねさっきの BC ローリングと同じようになんか日用品とか生活用品入れられるポケットが備わっていて、中を開くとここのね下の部分がハードになっていて、型崩れしにくいし、重さに関しても 4.6 キロぐらいっていうところで、かなりこういうタイプにしては軽量なところもポイントが高いです。で結構ねポケットが多くて、ここにねポケットが備わっていたり、こっちにもあるし、あとはここですね。あとはここにもこういうね大きめの靴とかが入るポケットが備わっていたり、こっちにもね隠しポケットが実はあったりします。ここにサンダルとか入れても良さそうですね。僕の場合はこのエアタグをここに仕込んでいました。で一応ね難点もあって、これキャリーのこういう伸ばすところあるじゃないですか。持ち手が伸びるわけじゃなくて、そもそもこれ自体が大きいので、こうやってね引っ張っていくスタイルです。転がす時にはここをねこうやって持ってこんな感じでね転がしていくっていうスタイルですね。この大きさすごくないですか。あと難点としてはサイズが大きすぎて、飛行機によってはなんか大型荷物として扱われてしまいそうなところがあります。このね辺と高さに対して、サイズ持ち込める容量が決まってると思うんですけど、航空会社によってはねそれをオーバーする可能性があるので、その辺のね注意が必要ですね。車でなんか家族旅行行く時に持っていくとかだったら全然問題ないサイズ感と安心感のある容量かなと思います。今回は子供を含めて家族3人の荷物、服とかその辺をこれに入れてきました。あとこのね旅行系でこれ買ってよかったなっていうものだとこちらですね。これはねストッケっていう、日本でも人気の高い、椅子とかでね結構人気のあるメーカーが作っているジェットキッズっていう子供用の、スーツケースですね。スーツケースなんだけど機内持ち込みができて、こうやって紐がついててね、ここが椅子になってて、子供をねこうやってコロコロって転がしながら移動できるっていう超画期的な、スーツケースです。これね実際導入するまではどうなんだろうって思ってたんですけど、実際使ってみて本当に良かったです。ジェットキッズ自体はね見た目もすごい可愛いし、本当になんかコロコロって転がしてね使えるっていうのはすごいいいポイントだと思うんですけど、一番やっぱりすごい良かったのが子供がちゃんとこの上に乗って移動してくれるっていうところですね。今回ねこういう大きめのキャリーと一緒に子供も連れて行かなきゃいけないんですけど、子供とかって結構移動に飽きてねぐずったりするんですよ。なのでこうやって抱っこしながらこうキャリーを持っていかなきゃいけないっていうのはね割と不可能に近いところがあったので、これとかだったら結構いいのかなと思って購入したら、本当にちゃんとずっと乗ってくれていました。機内持ち込みができるサイズなので、本当にね飛行機の直前ぐらいまでちゃんとこれに乗って移動してくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。
ね。本当にその辺抱っこだと14キロぐらいある子供を抱っこするの結構大変なので、コロコロ移動できるのが一番いいポイントです。で、それだけじゃなくて、こうやってねカポッと開けることができて当たり前なんですけど、スーツケースになってるんですよね。ちょっとしたね子供の荷物とかが入ってたりするんですけど、こういう機内で飽きないようにこのねシールブックが入っていたりとか、絵本とかちょっとした子供用のおもちゃとかだったら全然ねこの中に入れて持ち運べるので、自分の荷物と子供の荷物をね分けて持ち運べる点がやっぱりいいポイントですね。で、子供もやっぱり自分のものっていうのが分かるので、この中におもちゃをたくさん入れたりとか、ここからね取り出したりして使えるっていうところが最高です。で、もう一つねこのジェットキッズいいところがこれですね。ジャンとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、これをこういう風にガシャってしてこういう風にガシャってして、これをね座席の前に置くことでベッドになるんですよ。子供用のベッドになるっていうねすごい仕組みになっています。ここの延長部分に座席とね、高さを合わせるようにして、こういうのを敷いてこうやってね延長すると結構いい感じのベッドになります。特に年末年始で新幹線とか飛行機でね移動するっていう人も多いと思うので、これはね小さい子供がいる人はちょっと導入検討してみてほしいですね。難点としてはこの紐の部分がちょっとこうやって絡まりやすくて汚れやすいっていうところですかね。はい、続いて購入したものでいうと、ロルバーンのこのね黄色というかオレンジ色のノートですね。これは何個ぐらい買ってるのか、今までね5年ぐらいずっと愛用していて、手元に必ずこの黄色のモデルがあるっていう感じなんですけど、今回オーストラリアに来るタイミングでこちらを購入しています。最近まではねクアデルノっていう電子ノートを使っていたんですけど、頻繁にね充電する必要があったり、あと専用のねワコムのスタイラスペンをね使わないと書けなかったりで、オーストラリアの旅行先でそれをずっと使うのは結構難しいかなと思って、気軽にこのボールペンとか何のペンでも書ける紙のノートを購入したっていう感じですね。それだけなんですけど、ロルバーンの場合結構ねこの発色が良くて、なんか差し色としても可愛いなっていうところと、あと紙のね品質がかなり高いと思っています。結構このね一枚一枚厚紙でリングノートになっているので、こういう風に横書きにした状態でこうやってタスクとかを書き出したり、アイデアみたいなのを書いたり、これをこういう風にやんなきゃみたいなのをねいろいろ書き出していくっていうスタイルに結構ねマッチしているので、割とこの左利きリングノート使いづらい問題はあるんですけど、こうやって横にして基本的には使っているっていう感じですね。どんなペンでも使うことができて、例えばこれ前にも動画で紹介したんですけど、サファリのねラミーのサファリなんですけど、先っちょだけがねちょっとデッドストリームになってるっていう改造したペンなんですが、そういうのをね使ってこうやってサラサラって書くのも全然問題ないし、あとはずっと昔から愛用しているステッドラーのねピグメントライナーっていうやつでアイデアとかなんかこうイラストを描いたりするっていう、こういうね使い方が結構いろいろしやすいのもいい点ですよね、紙のノートの。で、電源もいらないし、気軽にこうやってカバンの中に忍ばせて持ち歩けるっていうところで、気に入っていつも使っているやつです。はい、続いて最近買ったもので言うと、このペリカンっていうメーカーが出しているシンプルなケースですね。見た目は割とシンプルで、マグセーフ対応しているクリアケースなんだねぐらいの感じなんですけど、これ横側を見るとねかなりバンパー部分がしっかりしてるんですよね。かなり厚めのなんか柔らかい素材でできていて、ここはね硬いんですけど、ここがこのマチとかが結構分厚くてザラザラになっていて、最大4.4 メートル 4.8 メートルぐらいから落としても iPhone が壊れないみたいなね触れ込みのやつなんですね。このケース自体はオーストラリアで買ったんですけど、オーストラリアにね来る時にはこの、ケースフィニットのケースをね、装着してたんですよね。なんですけど結構オーストラリアってアクティビティが多いというか、海に飛び込んだり砂浜でね使ったり、プールとかで使ったり、なんかこうね雑に iPhone を扱うことがすごい多くて、Vlog を撮ったりもそうなんですけど、割とねそういうワイルドな使い方をしても極力壊れにくいようなものが欲しいなと思ってこちらを購入した感じですね。で、ペリカンっていうねメーカー、皆さん知ってる人もいるかなと思うんですけど、実はねトバログのカメラバッグもこのペリカンっていうメーカーのバッグなんですね。これめちゃくちゃ頑丈なんですよ。なんかね30日間海を漂流しても壊れないとか、爆撃に耐えるみたいなね、そういう話もあったりするぐらいね結構雑に使っても大丈夫で、本当に僻地とかに行くようなカメラマンさんとか、あと米軍の
まあ銃を入れたりとかそういうので使われるらしいんですけど、そのメーカーが出しているクリアケースなら結構信頼性が高いかなと思ってこちらを選んだっていうわけですね。基本メインで使ってるねスマートフォンとしてはこういうねフォールド系の、フォルダブルのスマホがメインではあるんですけど、ビーチに行く時に砂にね触れても傷がつきにくいということで、そういうね点では iPhone を利用してるって感じですね。このペリカンケース日本ではあんまりないと思うんですが、見かけた人は是非購入してみてください。はい、続いて購入したものはこちらですね。これはちょっと前にもねプロモーションで紹介したと思うんですけど、これはダイソンの水拭きができるダイソン V12S ディティクトサブマリンっていうね、ちょっと大きめの掃除機を買いました。いや、オーストラリアでまさか掃除機を買うとは思わなかったんですけど、かなりね QOL めちゃくちゃ上がってます。これ自体もすごいんですけど、まずなぜ掃除機が必要なのかっていうと、こういうね物件についてる掃除機って全然吸い込みが悪いんです。全然吸い込まなくて、しかもねめちゃくちゃ重たいでかい掃除機だったりするから、掃除が本当に大変なんですよね。ちょっとした細かいホコリとかも吸ってくれなかったりして、うわこれはしんどいなっていうところもあったし、あとはオーストラリアって割と土足でね家の中に入ったりとか、裸足で外を歩いたりとか、このね家の中の土足と上履きみたいな違いがそんなにないんですよね。なので、床とかも普通に引っ越してきたばっかりの時はクリーニング済みだったけどちょっと触るとね黒くなるとか、そういう文化だったりするので、そういう意味ではこの水拭きのできるダイソンは必須だなっていうところでこれをね購入してしまいました。実際に前にプロモーションで使ってた時も本当にすごい良かったし、水拭きでこんなになんか地面のサラサラ感変わるんだみたいなのね実感してたところだったので、1年間の滞在だけどそこにねストレスをかけるぐらいならっていうところで購入してしまいましたね。オーストラリアの普通の家電量販店で購入したんですけど、これもともとは1500ドル15万円ぐらいだったんですよね。日本円で15万円ぐらいだったんですけど、なんとブラックフライデーセールで5万円オフの10万円ぐらいになっていたので、これをもう買うしかないと思って購入してしまった次第です。でこれね前に紹介した V12S とは違って V50 なので結構ね大型になってます。モーターとかバッテリー容量とかこのね、ゴミの容量とかも大型で、ヘッドの部分もかなりねなんか強そうなものになってます。しかもこれすごいいいのがこのトリガーがついてて、トリガーをねこうやって押すだけでこれ触ったらめちゃくちゃ痛いぐらい回転するブラシがこのねゴミとかを取ってくれるので、これはね本当にストレスレスですね。この家とか結構広くて 4LDK あって140平米ぐらいだったりするので、そこをね、ちゃんとしっかり掃除しつつ、水拭きも結構すぐに快適にさーみたいな感じでやってくれるのが良かったポイントです。毎日ちょっとした時にこうやってねさーってすぐにね掃除機かけられるっていうのはすごい便利なので、これは早めに買っておいて良かったなっていう感じがありますね。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。是非ね気に入っていただけた方とかはチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とばろぐでした。